皆さんこんにちは、こんばんは、てしもです。個人ヒーリングとヒーリングクリスタルを販売しているオンラインストア、てしもヒーリングもよろしくお願いします。今回本題に入る前に、今回の企画と全く関係ないんですが、皆さんに聞いてみたいことがあります。それは皆さんのワンネス体験を教えてほしいということです。ヒーリングの感想でもそれに近いようなお話を聞くことが時々ありますが、ヒーリング中に限らず今までどんなシチュエーションでもいいので、宇宙と一つになった、高次元と一つになった、自分と他との境目がなくなった気がしたなど、ワンネスっぽい体験をされた方がいらしたら、ぜひ教えていただきたいです。すごい興味があるんですが、私は妹とは話してるとどんどんふざけちゃって何でもワンネスにしちゃうんですけど、ワンネス体験の話をしたりできるんですが、友達はこういうことに全く興味がなかったり話しづらかったりするので、皆さんのお話をぜひ聞いてみたいなと思っていました。ちなみにハードルを下げると、私が初めてワンネス体験かなって思ったのは、妹が三浦大知さんのファンなんで、コンサートについて行った時に横からだったんですが、スタンド席からステージがすごいよく見えてたんです。で、それで私はいつも三浦大知のことを本当に小さい頃から才能もはっきりしてて、迷いなく自分のやりたいことをクリアに表現できてて、すごいな、羨ましいなって思ってたんですが、もちろん三浦大知さん本人はもっと上のレベルでの悩みとか迷いもあると思うんですが、私からはそう見えてていいなって思ってたんですね。で、それにステージで歌ったり踊ったりするのって本当にクリエイティブな面でも表現っていう面でもダイレクトで分かりやすいので、すごい羨ましかったんですね。で、そしたらその時急にステージと自分の境目がなくなって、自分が三浦大知みたいに踊ったり歌ったりしてるのとしてないのの区別がなくなったんです。で、自分じゃないけど、自分や他の全ての存在の代わりに歌ったり踊ったり、ゾーンに入ってパフォーマンスしている感じがして、私にその要素がないわけじゃなくて、ただ単に全体でシェアしていることの一部を彼がやっていることっていう感じがしたんですね。で、三浦大知要素が自分に欠けてる感じがその時だけなくなったんです。で、それが多分1分ぐらいしかなかったと思うんですが、何も自分に欠けてない、全て宇宙全体でシェアしているっていうことが分かった感覚で、自分の中ではそれがワンネスかなっていう感じでした。で、あとはヒーリング撮影をしている時に皆さんが宇宙と一体になった様子、地球に溶けていくような様子をよく後半に見るので、ワンネスを目撃しているかもしれません。で、こういうそれワンネスなのっていう話でも、もっとスピリチュアルなお話でもいいので、本当に手島に教えてあげようっていう感じでいいので、教えていただけたら嬉しいです。さて、お待たせしました。本題に入ります。今回はとっても簡単に言うと、皆さんがヒーラーになって地球のハートとつながった自分自身を癒すというヒーリングです。ちょっと自分で今言ってても意味がわからないんですが、皆さんはいつも通りにこのヒーリング動画を再生して受けていただければ大丈夫で、何も頑張ったりしなくていいので心配しないでください。私はいつも皆さんに向けてヒーリングを行っていますが、ヒーラーってヒーリングをすることで自分もとても癒される面があるんです。私の霊気の先生もそのようなことをいつも言っていました。なので、今回のヒーリングを受けるメリットは、皆さんがこの動画を通してヒーリングを受けるだけで、自分がヒーラーの役目になって、より深いレベルで必要な癒しを自分と地球に起こしていくということだと思います。まず皆さんにヒーラーになっていただくために、このスパニッシュアラゴナイトでアチューメントを行います。アチューメントというのは、宇宙から高次元からの光の源のエネルギーが皆さんに通るように管を作るということです。自分の中心がストローみたいになって、高次元のエネルギーを通せるようになる。そのエネルギーが例えば手のひらから出せるようになるというふうにイメージしていただければ大丈夫です。
そうなるとどんなメリットがあるかというと、自分の気や念、自分のエネルギーを使わなくても自分や何かを癒せるようになるということです。例えば自分が手をどこかにぶつけたりした時に自然にその場所に手を当てて痛みを軽くしようとすると思うんですが、その時に自分の気を使うのではなく、宇宙の無限の光と愛のエネルギーを使うことができるということです。次にこのブルーフローライトやブルーアパタイトを使ってサードアイと霊的なコミュニケーションを強化するため喉のチャクラを開いていきます。そしてガイアストーンというこの緑のクリスタルを使って地球のハートを皆さんにインストールします。自分自身が地球のハートを持ったように感じたり、自分が地球になってみるというふうに考えてください。そしてヒーラーになってみた皆さんがこのアメジストの大きなワンドを使って地球になった自分を癒すというヒーリング動画です。まずこのヒーリング内容を考えた出発点は、この美しいスパニッシュアラゴナイトというクリスタルとの出会いでした。写真で見るとだいたいマットなグレーと紫に見えて輝きが伝わらないんですが、実物は奥行きがあるキラキラ感でとても美しいです。宇宙からの生命力の波動をキラキラした風が吹き込むようにチャクラに流し込むクリスタルで、ほんの短時間使っただけでも疲れが取れて、ハートに少し近づけていると胸がスカッとするような感覚もあるので、アンチエイジングのヒーリングでも使ったんですが、その波動は私たちのチャクラをさーっと通って地球まで到達するような勢いがあります。そこでアチューメントをこのクリスタルで再現できるんじゃないかなと思いました。ちなみにアチューメントというと何かすごい感覚があるんじゃないかと思われる方も多いと思いますが、私が霊気のアチューメントを受けた時、私がもともと霊能力者じゃないっていうこともあるんですが、クリスタルにも霊気にも何も感じてませんでしたし、その時もその後も全く何も感じなかったです。このチャンネルを見てくださっている方の中にはとても敏感な方もいらっしゃると思いますので、チャクラが開いてつながって管になったような感じを実感できる方ももしかしていらっしゃるかもしれませんが、何も感じない方の方が多いと思います。私はアチューメントを受けてから10年後にですね、今見えていたり感じていたりするようなことがだんだん始まったんですが、それまで何も感じない、見えない状態だったんです。でも今自分で真剣に取り組んでみて、ちゃんとアチューメントされてたんだなっていうのがなんとなくわかるようになりました。ちなみに実際にアチューメントを受けていない妹に行いましたが、私はビジョンで妹のチャクラの柱がきれいに開いたのが分かっても、妹は特に何も感じてませんでした。それからアチューメントといってもさすがにこの動画は不特定多数の方に行うので、全員のチャクラの柱が開いて管ができたと言い切ることができないんですが、でもヒーリングを受けることによってその状態に近づけるんじゃないかなと考えています。そしてこのブルーアパタイトはサードアイの活性化、直感力を高めるために使うんですが、脳の細胞全体が湧き立つような、本当に細胞一つ一つを気持ちよく刺激されるような感覚があります。でこちらのブルーフローライトは喉がですね、本当にブワーってフローライトの回でもお話ししたように丸い風がブワーって流れて開くような感じと、あとサードアイにこれを置いた時に本当に初めてサードアイの実物を見たような、なんか紺色に緑の炎みたいな光が出てる、地球に似てたんですけれども、そういうサードアイチャクラの様子を見せてくれました。喉を開いてサードアイとつなげることで、目に見えないものや人間以外の地球、自然、宇宙の存在などとのコミュニケーション力を高めるために使います。最初はこのアチューメントだけのヒーリングになるはずだったんですが、最近すごく地球のハートというワードが気になっていて、そしたらこのガイアストーンというクリスタルを見つけたんです。
で、ガイアストーンは一般的なクリスタルのガイドブックには載ってないと思うんですが、地球のハートを持っているとされる石で、1980年のセントヘレンズ山の噴火によりできた火山灰を溶かして人工的に処理したガラス質の物質です。本当に持った感じ、ガラスです。最初にどんな石なのか知るためにハートに置いて瞑想してみたところ、すぐにつながった感覚がありました。最初は自分が地球のハートとつながるってどういうことなんだろうって思ったんですが、まずビジョンの中では自分の周りに宇宙空間の星屑とか周りの星の光が見えるような暗闇を進んでいて、自分はすごい勢いで回転している様子が見えました。で、そこで、地球も宇宙の星の一つなんだったっていうふうに思い出しました。それから地球についていろんなことを教えてもらったので、ランダムにお話しします。私が地球のハートを持った状態で受け取ったイメージなんですが、ここからですね、ちょっと本当に中学生が妄想で考えたような内容って言われても全然反論できない感じなので、苦手な方はスルーしちゃって大丈夫です。まず地球はですね、光を通してエネルギー補給をしているそうです。海面のキラキラとか山肌とか葉っぱがキラキラ光っているのもそうで、人間と同じようにエネルギーを取り入れています。月明かりも夜になると光として補給しています。で、次に怒りとか悲しみについても聞いてみました。で、ここははっきり答えがあった感じではないのでちょっと曖昧なんですが、地球自体に怒りや悲しみについての判断が存在してない感じでした。人間が放つ同じエネルギーとして感じているし、吸収もしています。で、そのエネルギーに怒りとか悲しみっていう具体的なラベルがついていない感じなんです。では、人間基準のポジティブなエネルギーとかネガティブなエネルギーはどのように感じているかっていうことも聞いてみました。ネガティブな、例えば争いとかのエネルギーはガチャガチャしている。なんかやってるなっていう感じです。でもそれ以上でも以下でもないっていう感じです。ポジティブなエネルギーは木の葉っぱが揺れたり柔らかい波みたいに感じたり、宇宙からのエネルギーと同じように感じているようです。人間については地球の一部でもあるけど、地球にとって本当に小さい存在なので、すごく寛大な目線を持っているように感じました。で、戦争についても同じで、小さな人間がガチャガチャしているっていう感じですね。でもなぜか武器が気になるようで、武器のその、なんだろうな、なんかガチャガチャしてる感じとか、なんかとにかく武器のことを結構言ってくる感じだったんですけど、かなり不快に感じているということが伝わってきました。なんか素手で戦えばいいのにみたいな、戦うこと自体は地球もエネルギーを放出しているので、単にエネルギーを放出する手段なんだろうっていう人間に対する理解さえ感じました。で、あとは環境汚染については、私たちが怪我をしたり感染したりして皮膚に傷ができたり膿が溜まったりしているように感じているみたいです。環境汚染は少し気になっているけど、でも今は言われれば気になるっていうレベルです。で、その中では水の汚染については特に不快に感じている気がしました。クリアな水は光を多く集めたり反射したりするので、水質が悪くなると地球が光のエネルギーを受け取りにくくなるから、水については気になっているようです。で、最後に地球を私たちがヒーリングしたらどう感じるのかと聞いてみたんですが、それは葉っぱがさわさわ揺れて気持ちがいい音がしたり、波に洗われて気持ちよかったり、朝の柔らかい光を浴びたりするのと同じで気持ちが良くて、人間の愛やヒーリングのような思いやりについてはそのように感じているそうです。だから地球を癒したいと思った時に、直接地球にじゃなくても自分や周囲の人や植物や自然を輝かせて光を作ること、人間に対してだったら例えば笑顔を作るとかそういうことだと思うんですけれども、そういうことをしてくれたら気持ちがいいっていうことも入ってきました。
で、ただ、以前もお話ししたんですが、クリスタルが地球で作られる過程で、エネルギー的には怒りや悲しみなどのエネルギーも美しいクリスタルになるっていうことも教えてくれたので、今そういうネガティブな感覚がある方も、それを責めたり、抑えたりしないで全然大丈夫です。これは以前にコメントで教えていただいたことでもあるんですが、そういったネガティブに感じることも地球のエネルギーになるそうです。ガイアストーンは愛と思いやり、女神のエネルギーも持っています。私は直接地球の女神が見えたり、女神とお話ししたりできるわけではないんですが、この石を使っていると自分の中にあるほんの少しの愛でも膨らんでいくような気がします。また、身体的には緊張性の頭痛、片頭痛、胃の不調やストレスにも対応しています。このヒーリングではガイアストーンを使って地球のハートを皆さんのハートとつなげてから、まるで地球を人のように見立ててアメジストのワンドでヒーリングしていきます。皆さんはヒーラーでもあるけどヒーリングを受ける側でもあるわけです。ですので、もしも今回余裕がある方は一瞬でもいいのでヒーリングを受けながら地球に優しい気持ちを送ってみてください。それが自分に優しい気持ちを送ることになると思います。ヒーリングは1回でも十分な効果がありますが、繰り返すことでさらに波動が定着し変化が促されますので、無理のない範囲で毎日連続で受けていただくのもおすすめです。動画は流すだけで効果が得られるものになっていますので、流しながら他のことをしていても眠っていても大丈夫ですし、瞑想やヨガなどの BGM としてもおすすめです。リラックスして再生してください。また動画の最後でカード3択の画面があって、カードからメッセージをもらっていますので、もしよかったら最後の画面もご覧ください。それではあなた様のヒーリングを始めます。